こんにちは。井上翔一です。2020年の4月からここ国際日本文化研究センターの所長になりました。これから皆さんに動画を通じてこの研究所を案内したいと思います。最後までお付き合いください。ここが日文家の本体とレストランをつなぐ渡り廊下になるところです。大きいガラスでしょ？ちょっと怖くなるところです。でもこの建物を建ててくれた建設会社はハンマーで叩いても大丈夫だと言ってくれていました。ですがある晩このガラスをイノシシが突き破りました。イノシシの方がハンマーより強いんですね。この話で分かっていただけるように、この研究所日文研は夜イノシシが出るようなところに立っています。実を言うと鹿もしばしば庭を歩きます。その意味では自然と共にある研究所だと思います。研究者が町から離れて文献に没頭できる、調査に専念できる、そういうことを目指してこの場所は選ばれました。その必然的な結果がイノシシのガラス破りだったんですね。この研究所には中庭がたくさんあります。ここもその一つです。ご覧になってください。地中海の修道院が日本のお寺が彷彿とされないでしょうか。ここは人里離れたところです。試作の場にということで建築家が工夫をしてくれました。それでは図書館の方を案内いたします。ご一緒ください。はい、ここが私たちの図書館です。ここは3回分の吹き抜けになっています。参考資料がここには置いてあります。一番てっぺんを見てください。ステンドグラスがはまっています。ここからさまざまな色の光が下に落ちてきます。本を読んでそこで居眠りなんかをしていると赤い光、青い光が目に当たって眠気を覚ましてくれることがあります。建築がお好きな方はこの動画をご覧になると分かっていただけると思います。この図書館はスウェーデンのストックホルムの図書館を手本にしています。アスプルンドという建築家の仕事です。多くの建築家たちはここへ見に来るとにんまりしながらアスプルンドだねっていうふうによく言います。もう亡くなられた設計者の内井正蔵さんも草葉の陰でにんまりしておられるんじゃないかなと思っています。ここも図書館の中です。貴重な図書を収めるための特別な部屋です。ここにはソーダ文庫が入っています。ソーダはじめさんという大コレクターの方が寄贈してくださいました。古い医学衛生学関係の文献を、譲っていただいたんです。私たちは整理した上、一般的に公開できるようにもしています。例えばこちら、これは何でしょうね。江戸時代のこれは昔の伝染病はしかよけのまじないの様子とかを写した絵ですね。こういう資料もソーダ文庫には収まっています。
医学や衛生学を研究する人はこういうものを見て、ワクチンとかがない時代の感染症対策はどうだったんだろうみたいなことを調べていけるわけですよ。ここも記帳書の書庫です。残念ながら動画でご覧になっていただいている方にはわからないと思いますが、外よりだいぶ気温と湿気が下がっています。そう、貴重な本を保存するためにエアコンディショニングを特別に変えています。分かっていただけないのが残念です。ここに係の方から用意していただいた本が1冊あります。ケンペルの日本という本です。今から300年ぐらい前の本です。日本を論じたオランダ語の本です。オランダ語の読めない人でも日本についてのイラストは楽しめると思います。これのみならず500年ほど前のポルトガル語で書かれた日本見聞記などがここには収められています。そしてごくごく近年に至るまで外国語で書かれた日本案内の本をこの研究所は大量に集めています。おそらくその所蔵量では全国一を誇っていると思います。国際日本文化研究のための資料ですね。あともう一つ、この貴重書庫には明治以降の絵はがきをはじめとする写真資料がたくさん収められています。文献には書き留められなかった当時の風景がこれを通じて読み取れるようになっています。今整理もなされて研究者が使えるようになっています。お見知りおきをよろしくお願いします。ここにはまっているのは日本の建具、障子です。でも椅子の上にはまっているのは少し変ですよね。現代建築と日本のしつらいを、ここは合わせているわけです。今度はこちらをご覧になってください。こちらは廊下の壁です。よくご覧になっていただくと明らかなんだけど、このタイルは外壁なんです。でもこちら側はガラスや障子で閉ざしています。本来はここは外にしたかったんですね。だけど図書館の真横ですから本を運んでいくときに、雨風が本を傷めるかもしれません。本当は外側にしたかったんだけれども、ガラスをはめて内側の廊下にしたという様子がここから見て取れます。ちょっと建築好きに向けた説明をしすぎてしまったかな。そこはご容赦ください。今度は私たちが研究会をやっている部屋をご案内します。廊下に日本的な印があると言いましたが、ここにも茶室のにじり口を彷彿とさせるような口が開けてありますよね。ここが第一共同研究室です。私たちが持っている研究会場の中では一番大きく作ってあるものです。ご覧ください。広々としてますでしょ。ここで5人10人の研究会をやってしまうとさすがに寂しくなります。
ここは大勢の人が集う研究会の場です。主に国際研究集会に用いています。世界各国の人がこちらへ並んで、日本文化を語り合うわけです。この後ろ手には同時通訳のブースが置いてあります。マイク、イヤホンを通じて、各国語に翻訳された議論が飛び交うことになります。広々としたと言いました。でも明かりが上からしか差し込んでいませんよね。ちょっと寂しく思われるかもしれません。ですがご心配なさらないでください。ここはスイッチ一つで大きく見晴らしを変えることができます。お願いします。ちょっとけれんみに走ってしまったかもしれません。私たちのもう一つの中庭です。この景色を見ながら討論をし合うことができるわけです。ここが私たちのコモンルームです。ホテルの、ロビーにあたるところですね。分野を超えた研究者たちが、国籍の違う研究者たちがここに集まって議論し合う、そんなことが期待されています。広い空間なんですが、ここを作るためには結構苦労しました。私たちは研究個室を与えられています。でもその個室はあまり大きくありません。本来なら私たちがいただける個室の面積を若干ずつ削って、それを集めてこの部屋を用意しました。その意味では、それぞれの専門や民族性の中に入り込んでしまって縮めてしまうのではなく、みんなの議論を分かち合おうというこの研究所のあり方がこの空間に投影されているんだと自負しています。皆さんがどうでしょうか。インドに俳句の研究者がいらっしゃる、メキシコに浮世絵の研究者がいらっしゃる、フランスに山伏の研究者がいらっしゃる。そういうことを聞かれると、へえとか呆れられるかもしれません。でも私たちはそんな世界中の日本に興味を持ってくれている研究者と集い合い、議論を高めることを目指しています。今日はその施設一端を紹介させていただきました。これからもよろしくお願いします。